心の水面へようこそ。この動画を視聴されたということは、誰かと話をしていないと落ち着かない、そんなモヤモヤを抱えているのではないでしょうか。しかしご安心ください。この動画では心のモヤモヤを解決するためのヒントをお届けします。ぜひ最後までご覧いただき、新しい自分に出会ってみてください。これは僧侶のアーヤノと心の平和を求めた一人の男性、アジットの物語です。アジットはインドに住む40代の男性。彼は父と共に村の料理店で厨房を切り盛りしていました。料理屋は安くてうまいと評判で、店はいつも活気にあふれていました。またアジットの軽妙な語り口もお客さんから評判だったのです。しかしそんなある日のこと、店の営業中に突然父が倒れ亡くなってしまいました。悲しみに暮れるアジットでしたが、なんとか気持ちを奮い立たせ店を開きます。父が残したこの店を潰すわけにはいかない。しかし父と2人で切り盛りしていたお店です。1人で切り盛りしようとしても手が足りず、それが味にも影響して客足が遠のいていきました。そんな状況にプレッシャーを感じ、アジットは疲れ切ってしまいます。次第に彼は誰彼構わず愚痴をこぼすようになっていました。心の内を誰かに話すことで少しでも楽になろうともがいていたのです。そんな毎日でしたが、アジットは次第に自分の心の不調に気づき出しました。その時亡くなった父が話していたアーヤノという僧侶の話を思い出したのです。かの御人は人の心に平穏をもたらす術を知っている。アジットは自分の心に平穏が訪れるなど信じることはできません。しかし亡くなった父の顔がちらつき、彼の住む寺院を目指すことを決めたのでした。その道のりは遠く、何度も引き返そうかと考えます。しかし彼の心の内には次第に自分の悩みが解決するかもしれないという淡い期待の灯火が灯っていたのです。そしてアジットは彼の人生を変えるアーヤノという僧侶に出会うことができました。アーヤノの瞳は静謐な知恵を映し出し、その姿からは慈悲の心を漂わせています。その姿に思わず立ちほうけてしまったアジットでしたが、我に返るとアーヤノへと声をかけました。あなたがアーヤノですね。私は東の村から来たアジットと申します。アーヤノは静かに答えました。あの遠い東の村からよくお越しくださいました。何かお悩みのようですね。そう言うとアーヤノはアジットの目をじっと見つめます。全てを見透かされているようで、アジットは思わず後ずさってしまいました。しかしここに来た理由はアーヤノに悩みを打ち明けること。アジットは胸の内を打ち明けることにしました。私は東の村で父の料理屋を手伝っていました。村一番の料理屋とお客さんからも評判が良く、やりがいを感じていたんです。アジットは話を続けます。ところが店主の父が病死してしまい、店をいつもの通りに経営するのが難しくなりました。それに父が突然亡くなった寂しさにも耐えられず、きしむ心を紛らわすために必死で働いたのです。アーヤノは静かにうなずき、アジットの話に耳を傾けます。今思い返すと、父は私にとって何でも話ができる唯一の相談相手でした。そんな父が亡くなった後、私は誰構わず自分の悩みを話すようになっていました。仕事も人手不足になり、この先どうなるのかという不安に押しつぶされそうで、誰かに話していないととても耐えられなかったのです。でもアジットはそう言うと黙り込んでしまいました。アーヤノは優しく語りかけます。私はあなたの味方ですよ。焦らなくて構いません。最後までお話を聞きますから、気持ちが落ち着いたら続きをお話しください。アジットはしばらく息を整えると悩みの核心を話しました。仕事が終わったある日、私は気づいたんです。村の人たちが私を避けるようになっていたことに。アジットは話すのをやめ、一粒の涙をこぼしました。アーヤノはそんな彼を優しく見つめると穏やかな声で話し始めます。よく最後まで話をしてくれましたね。あなたは最愛のお父様を亡くされた後も必死で働いて頑張っていたのですね。アーヤノは続けます。不安に押しつぶされそうな心を保つために誰かに話を聞いてほしかったのですよね。その言葉を聞いてアジットの目には涙が浮かんできました。そうなんです。誰かと話をしていないと寂しくて不安で。アーヤノは静かにアジットに語りかけました。アジット、よく聞きなさい。心の平和は外ではなく
あなたの内側にあるのです。ここを訪れたのも仏の導きなのですよ。綾乃は続けます。この寺院でしばらく修行をしなさい。あなたの内側にある心の平和について感じ取るのです。アジットはしばらく考えて答えました。私の今ある心が平和になるのなら、ぜひここで学ばせてください。アジットはここで修行をすれば悩みがなくなり、心安らかな人生を歩めるかもしれないと期待に胸を高鳴らせます。そんな彼に綾乃は微笑みかけると、修行の内容を口にしました。まずは瞑想をしましょう。沈黙の中で己を見つめ、瞑想を通じて心を鎮めるのです。アジットは綾乃の言葉の意味が理解できませんでした。しかし心の平和を得るためにと言われた通り、瞑想の修行を始めたのです。まずは形だけでもと座禅を組み、目をつむり口を閉じようとしました。しかし数分もしないうちに頭の中からいろいろな雑音が聞こえ始めてしまいました。聞こえてくるのは自分のさまざまな不安や村人の落胆の声。たまらず瞑想を中断すると、アジットは綾乃へ助けを求めます。綾乃よ、私に沈黙は無理です。心の声が聞こえ、その声を聞くと不安に押しつぶされそうです。綾乃が彼に優しく答えます。ではアジットよ、心の声を消す方法を教えましょう。自分の呼吸だけに意識を向けるのです。綾乃は続けます。まず横になっている時の呼吸を思い出すのです。吸った空気でお腹が膨らむ、その動きに意識を向けなさい。そして息を吸う時に金色に輝く光が体の中に入るように想像しましょう。さらに綾乃は続けます。次に息を吐きます。自分のお腹が小さくなることに意識を向けなさい。息を吐く時に悲しみが体の内から出るように想像するのです。綾乃の言葉を真剣に聞き、アジットは再度瞑想へ挑戦しました。瞑想を続けること一月、ある時を境に彼の心に変化が現れました。心の雑音が次第に聞こえなくなったのです。それはまるで自分の呼吸と金色の気が混じり合い、辛い思いが心から吐き出されていくようでした。アジットはこの後も瞑想を繰り返し、次第に不安は安らいでいきました。そして内なる本当の声に気づき始めたのです。アジットが綾乃に言いました。綾乃よ、私は瞑想を通じて己の心の内に静かで知恵ある声があることに気づきました。綾乃は答えます。その声こそあなたの深い内面から湧き出る心に平和をもたらす力なのです。心に平和をもたらす力。アジットは噛みしめるようにつぶやくと、何かを理解したように口を開きます。これまでの私は不安に苛まれ、自分の心の内にある声に気づいていなかったのですね。私は不安なことがあると相手のことを考えず、自分のことばかり考えて話をしていました。相手からしたら聞きたくもない話を聞かされて迷惑だったことでしょう。しかしアジットは静かに微笑むと言いました。今の私なら大丈夫です。人に話を聞いてもらわなくても内なる自分と対話ができますから、本当に大切なのは内なる声に耳を傾けることだったんですね。綾乃が静かに答えます。その通りです。真の平和は内なる世界から生まれます。雑音に惑わされず、自分自身の声に耳を傾けることが大切なのです。綾乃はアジットの目を見つめ、言葉を続けます。ブッダの教えに愛別離という苦しみがあります。これはどんなに愛する人ともいつしか別れるという苦しみです。あなたは最愛の父と死別しました。それは本当に苦しかったことでしょう。ですがブッダの教えにあるように、最愛の人との別れは必ず訪れるもの。誰もがこの運命からは逃れられないのです。あなたはこの悲しみをよくぞ乗り越えました。その言葉にアジットの瞳から涙がこぼれ落ちていきました。綾乃はアジットの背中を優しくさすりながら言葉を続けます。ブッダの教えには諸法無我という教えもあります。この教えは全てはつながりの中で変化しているというものです。あなたは自分の不安を他者に話を聞いてもらいたいと行動をしました。しかしあなたの行動が周りに影響を与え、悪い方に返ってくることもあるのです。今のあなたなら己の内の本当の声に耳を傾け、冷静に物事を考え行動することができます。自分の行動が良い方向に変われば、周りの人の行動も良い方向に変わってくるでしょう。アジットは綾乃の言葉を聞き、何かを決意したような表情で言いました。賢者綾乃よ、私に大切なことを教えてくださりありがとうございました。
アジットは決意を秘めた瞳で言葉を続けます。私はこれから村に戻ります。父が守ってきた店をさらに良くしていきたいと思うのです。そして美味しい料理を作り、村のみんなを笑顔にしたい。人手が足りないことについては店を手伝ってくれる人がいないか探してみますよ。そしてアジットは胸に手を当てると宣誓するかのように言葉を紡ぎます。瞑想はこれからも続けていきます。自分の内なる声を聞き、心に平和をもたらす力を育んでいきます。今の私は自分自身と対話ができるようになりましたからね。周りの人に不安や愚痴をこぼすなど無駄な力は使わないようにします。みんなとは良きことについて話をして良い関係を築いていけるように努力しますよ。アジットは霧が晴れ、太陽が姿を見せたかのような笑顔を浮かべました。その様子を見た綾乃はにっこり微笑んで優しく語りかけました。自分の本当の声が聞こえるようになったので、物事の本質を見ることができましたね。今のあなたならどんな困難が来ても大丈夫、必ず乗り越えられるでしょう。綾乃が少し恥ずかしそうに言いました。実は私も若い頃、あなたと同じような悩みを持っていました。私も先輩の僧侶の方に同じように導いていただいたのです。あなたのお話を聞いていて、あの頃の自分を思い出しましたよ。この悩みは誰しも通る道ということですね。綾乃は輝いた瞳でアジットを見て言いました。だから大丈夫ですよ。自分を信じて前に進んでください。これからも道に迷ったり、高い壁に遮られることもあるかもしれません。しかし焦らなくても大丈夫です。そんな時は私と共に学んだことを思い出してください。ゆっくりでいいので前へ進んでいきましょう。そして悩んだ時はまた私の元へ来なさい。アジットは寺院を後にし東の村へ帰りました。東の村まで帰る途中、アジットはさまざまなことに気づきました。見たことがない美しい花、川のせせらぎの音、遠くから聞こえる鳥や虫の音色、それは東の村から寺院に向かう時にはわからなかった景色、そして気がつくことができなかった新しい発見でした。アジットは内面の声に気づくことによって世界の見え方が変わったのです。アジットは東の村に到着すると自分の部屋で今後のことについて考えました。まずしばらくの間お店は休業することを決めました。今のままでは人手が足りず以前と同じようなことになると気づいたからです。彼は村の集会場で従業員を募集する張り紙を貼ることにしました。また営業時間についても変更することに。以前はお昼から夜まで投資営業でしたが中休みを設けることにしたのです。数日後、仕事を手伝いたいと3人の方から申し出がありました。実はこの3人はアジットのことを密かに心配していたのです。その彼が再び頑張ろうとしているのを見て手助けしてあげたいと思ってくれたようでした。そしてアジットたちは数日間の準備期間の後店を再開しました。最初はお客さんの入りもまばらでしたがアジットの料理を食べた人が周りの人に昔のように美味しくなったと感想を広めていき、気づけば過去のように繁盛していました。もちろん以前のように愚痴や不安を人にはこぼしません。以前と変わり物静かで落ち着いた雰囲気のアジット。そんな彼を見て悩みを持つお客さんが相談することもあるようです。そんな時には綾乃から学んだことを教え、お客さんの心を軽くしました。瞑想を日課にしていることも伝え、お客さんの中には瞑想をする人も増えてきました。沈黙の力、瞑想し心の平和の力を育むこと、それが彼の新しい人生の礎となったのです。こうしてアジットは村人と仲良く毎日幸せな日々を送ったそうです。いかがだったでしょうか。今回の物語を見て何を思われたでしょうか。物語だからうまくいった、実際はうまくいかないだろうと思った方もいるのではないでしょうか。今回の物語は私たちに大切なことを教えてくれました。物語に登場したアジットは最初はどうでしたか。父が亡くなって自分の環境が突然変わり、不安や悩みが多くなってしまいました。不安や悩みが多くなったアジットは周りの人の都合を考えずに愚痴や不安を話していました。あなたの身の回りにこのような人はいませんか。相手のことを考えずに好きに話し続ける結果、自分だけが気持ちよくなり聞いている方は疲れてしまう。数人で集まる井戸端会議がいつまでも終わらない。いつまでも喋り続ける人、
このような行動の背景には何があるのでしょうか。それは誰かに話して楽になりたいという衝動です。人は不安や悩みを持っています。では相手の都合を考えずに自分の好きなことを話す人と、上手に悩みを消し愚痴を言わない人の違いは何か。それは沈黙の力です。自分の内なる声に耳を傾け、客観的に物事を観察することができる。例えば自分を見つめ、今の自分は疲れているのか、それとも怒っているのか、悲しんでいるのかなどの心と体の状態を常に見ることができる人です。私にはそんなことできない、そう感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。でも大丈夫ですよ。今ご覧になった物語の中にそのためのヒントがあります。物語に登場したアジットが綾乃に教えてもらった修行を思い出してください。アジットは心の雑音が消えず常に不安を持ち続けていましたね。皆さんの中にもいらっしゃるのではないでしょうか。過去の辛い出来事を忘れられず心の中にモヤモヤを抱えてしまっている方が、アジットもそんな思いを抱えきれず周りに対して愚痴を話し続けてしまいました。そんな彼を変えた修行が瞑想です。しかし初めて瞑想に挑戦したアジットは心の雑音に耐えられず瞑想を続けられませんでした。これは過去の失敗や未来への不安がその正体です。この心の雑音を消すためには瞑想が効果的です。物語で綾乃が重要な言葉を言っていましたね。思い出してみてください。ではアジットよ、心の声を消す方法を教えましょう。自分の呼吸だけに意識を向けるのです。まず横になっている時の呼吸を思い出すのです。吸った空気でお腹が膨らむ、その動きに意識を向けなさい。そして息を吸う時に金色の輝く光が体の中に入ることを想像しましょう。次に息を吐きます。息を吐く時に悲しみが体の内から出るように想像するのです。この言葉を聞いてアジットはもう一度瞑想に挑戦しコツをつかみましたね。この綾乃の言葉をヒントに瞑想のやり方について解説していきます。リラックスして椅子や床に座ってください。横になれるスペースがあれば仰向けになって行っても構いません。瞑想をよりうまく行うには腹式呼吸が大切になってきます。綾乃が言っていたように寝ている時の呼吸をイメージしましょう。私たちはリラックスをして睡眠をする時お腹を動かして呼吸をしています。これが腹式呼吸です。肩を動かすのではなくお腹が動くのを意識して呼吸をしましょう。5秒吸って自分のお腹が膨らむことを意識して5秒かけてゆっくり吐いていきましょう。息を吐くときはお腹がしぼんで小さくなることを意識してみてください。さらにイメージしてほしいことがあります。息を吸うとき金色の空気が体に入ってくることを思い浮かべてみてください。息を吐くときは自分の中の不安や悲しみなどの負の感情を吐き出すようにイメージしましょう。これを5分間続けてみましょう。瞑想をしている時に過去の失敗や未来の不安が思い浮かぶかもしれません。そんな時は落ち着いてお腹の呼吸に意識を向けましょう。過去の失敗や未来の不安は息を吐く時に体から出ていくことをイメージしましょう。そうすると自分の体の中から悪い気が出ていき新しい気が入るスペースができます。この心の空いたスペースに外からの金色の良い気を入れるイメージで呼吸しましょう。呼吸がうまくいくと過去の失敗や未来の不安が消えていきます。毎日続けているとアジットのように心の変化に気づくはずです。静かに自分の内に目を向けることで不安や恐れ、悪い思い出などが消えていくのが実感できます。瞑想中に頭の中に嫌な雑音が聞こえてきたらお腹の呼吸に意識を向けましょう。するとまた心の雑音が消えていきます。このように瞑想を毎日続けることで日常生活でも今に意識を向けることができるようになります。少しずつ物事の本質を客観的に見ることができます。沈黙の力により自分と対話をすることができれば愚痴を言わなくても心の安定を保つことができます。まずは1分からで構いません。日常に瞑想を取り入れてみませんか？あなたにもぜひアジットのような体験をし人生をよりよく生きていってほしいと思います。あなたに幸せな日々が訪れることを願ってこの話を終えたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと制作の励みになります。
動画を見て込み上げた思いについてはぜひコメント欄へ書き込んでください。お聞き逃しのないようチャンネル登録と通知オンをお願いいたします。